こんにちは。今回の動画では、物をできるだけ増やしたくない我が家が使っている愛犬の定番品をご紹介します。このチャンネルでは、元雑貨好きマキシマリストで、家族との関係をこじらせていた私が、たくさんの物、こと、執着を手放して、ミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。4人家族犬1匹で暮らす我が家の犬のアイテムを食事、トイレ、散歩、ケア用品、グッズごとに紹介していきます。犬のものがたくさんあって困っている方や、犬を飼ってみたいけど物が増えそうで心配な方、どのぐらいのものが必要なのか知りたい、そんな方はぜひ最後までご覧ください。まずは食事です。フードはいつもロイヤルカナンのミニインドアアダルトの4キロのものを購入してあげています。フードの容器はペットキットのフレッシュナノダブルフードボールというものを使っています。こちらは以前楽天ルームでもご紹介していますが、今は売り切れているようでした。ご飯をあげるときはこちらのはかりで測ってから朝夕2回あげています。おやつはいつもドギーマンの絹さやささみをあげています。以前は歯磨き用のガムなどもあげていましたが、あげた後に吐いてしまうことが多かったのでやめて、今は柔らかいものだけをあげるようにしています。次は散歩用グッズです。無印のバッグにまとめて持っていきます。リードはハンドラーの伸縮リードの S サイズのものを使用しています。ハーネスはプピアスポーツのソフトタイプのものを使用しています。無印のバッグの中にはポケットティッシュ、ビニール袋、外遊び用のボールを入れて持ち歩いています。散歩から帰ってきたら、玄関先に置いている無印のノンアルコールウェットティッシュで足を拭いてから家に入るようにしています。次はトイレです。トイレはアイリスオーヤマのシーツピタッとトレーワイドのホワイトを使っています。生まれてから5年ほど同じものを使っていましたが、粘着力がだいぶ弱まっていたので最近買い替えました。このトイレは色が白なところとトイレシートを乗せるだけで貼り付いて固定できるのと、カバーなどもなくそのまま簡単に水洗いもできるので気に入っています。トイレシートにこだわりはありませんが、ワイドタイプは使わずハーフサイズを使用して汚れた方だけを取り替えられるようにしています。シートも購入時に安いものを買うようにしています。厚手のものはしっかり吸収してくれたり、匂いが気にならないなどメリットはありますが、私は基本在宅なので汚れたら都度変えるようにしているので、匂いはさほど気になりません。トイレはリビングのこちらのスペースに設置しています。以前はここにフードの容器も置いていましたが、今はフード容器はキッチンに置くように変えました。次はケア用品です。夜に和室で使うものなのでボックスにまとめてここに置いています。歯磨き用のシートと歯磨きペーストを使っています。歯ブラシを使ったことがありますが、噛んでしまっておもちゃになってしまうのでやめました。今はシートと匂いが気になった時は
このバニラの香りの歯磨きペーストを使用しています。ブラシはいくつか使ってみましたが、こちらが一番使いやすくて気持ちよさそうだったので、これを継続して使っています。爪切りは持っていません。爪全部が黒くて血管も通っているので、切りすぎてしまうと出血してしまいます。私はどこまで切っていいのかがわからないので、爪切りは自分でやらずにトリミングの時と病院に行った時にやってもらうようにしています。このボックスの中には病院の診察券とカットの時に持っていくファイルなどもすべてまとめて入れています。耳掃除や目やに掃除などは玄関先に置いてある無印のウェットティッシュで拭き取るようにしています。最後は犬用のグッズです。先ほどのボックスの中に洋服を2着入れています。冬に毎日着ているボーダーの服を2着持っています。寒がりなので冬はペット用のカーペットも使用しているほどです。ベッドは無印の丸洗いできるペット用クッションのベージュを使用しています。初代の犬の時からお気に入りのクッションカバーを使っていましたが、掘ってしまうので5枚ほど穴を開けていました。このクッションカバーはポリエステルで丈夫になっているので、今のところ掘っていても大丈夫そうです。カバーも中のクッションも洗濯機で丸洗いできるので助かっています。おもちゃはスタンダードプロダクトのゴム製のおもちゃと布製のパンのおもちゃを使っていますが、布製の方が軽くてサイズも使いやすいようで、圧倒的にこれを持ってくることが多いです。時々2階のベッドの上にこのパンが置いてあることがあるのですが、自分で運んで置いてきたのかと想像すると、なんだかすごく癒されます。いかがでしたか？今回は物をできるだけ増やしたくない我が家が使っている愛犬の定番品をご紹介しました。犬を飼っている方やこれから飼ってみたい方の参考になれば嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。